皆さんこんにちは。日本語で話すときって言葉が出てこないときって結構あるんじゃないですか。僕は今でもたまにありますし、ただ日本に来た当時はね、その12年前の話なんですけど、本当にひどくて、最初は、日本語してるのになぜか言葉が出てこないとずっと思ってました。だから最初の1年目はね、話すよりは日本人を観察してました。日本人を観察して幅広く使える言葉に気づきました。でそれでね、もしかしたら適切な言葉が出てこない時に、このような幅広く使える言葉を代わりに使えるんじゃないかなって思いました。使えるんじゃないかなってか、普通に使えますよね。で、今日の動画ではいろんな場面に使える5つの言葉を紹介したいと思います。どんな言葉を使えたらいいかわからないと思った時に、もしかしたらこの5つの1つが使えるかもしれないので、最後まで見てくださいね。では行きましょう。じゃあ1つ目は取るという言葉です。取るという言葉は本当に幅広くて、いろんな場面に使うんですよ。しかも場合によってはその意味が本当に曖昧で、気をつけないと、文脈に気をつけないとその意味がわからない時もあるんですよね。例えば僕は今まで研究室で働いてたんですけど、実験とかする時って2つの溶液を分離するためにそれを遠心しますよね。研究室とかそういう実験やったことない人はわからないかもしれないんですけど、それを遠心してで2つの層に分かれるんですよね。でその上の層を情勢って言うんですけど、よくその情勢を取って次はこうしますみたいな事件があるんですよね。でここの取るっていうのは2つの意味があって、1つ目はその取るはその情勢を除いて捨てるという意味もあれば、その情勢をまた新しいチューブ、もともとその溶液は何かのチューブに入ってるんですけど、新しいチューブに移して保存するという意味もありえます。なので、実験によってその取るの意味が違うっていうのがあったんですよね。細胞だと何かの細胞を使うときに、その細胞が入っている培養液を遠心して、でその培養液を取るっていうのは、その培養液を吸引して捨てるという意味であって、細胞しか残らない状態で、次のステップ、その事件の次のステップに進めるっていう感じなんですけど、さっき言ったように、2つの溶液を遠心して下の液体しか使わないけど、一応上の液体、その浄水ももしかしたら使うかもしれないと思った時に、じゃあこれを取っとこうとかって言ったら、それを新しい粒に移して捨てるのではなくて普通に保存するっていう意味になります。その他に本当にいっぱいあって、取るっていうのは渡すみたいな意味もあるんじゃないですか。例えばあれを取ってって言ったら、その人が言いたいのは多分ね、それを取って僕に渡してくださいという意味が込められてます。あとは取るという言葉は選ぶという意味も込められてます。例えば2つの選択肢があって、それでどっちを取るって言われたら、どっちを選ぶという意味なんですよね。取るも手に入れる、ゲットするっていう意味も持ってます。例えばね、僕はもともと日本に来たのもその学位を取るために、つまり博士修士を取るために来たんですよね。それをゲットするために来ました。辞書とか見たら定義は本当いっぱいあるとは思うんですけど、自分的には取るっていうのはこういう動作なんかをこうして移す。で移した後にそれを捨てるか保存するかは場合によって違うんですけど、こんな動作を意味すれば取るっていう言葉を使えると僕は思ってるんですね。あと取るも漢字もいっぱい、これも取る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 、全部取るなんですけど、若干ニュアンスが変わるのだけで、一番最初の取るはまさに選ぶ方の取る。あと何か、野菜とかその人参とかを土から掘り出す時に人参を取るっていう意味としても使えると思いますし、もう一つのこの取るは摂取する、つまり栄養を取るとか食事を取るとか摂取する時に使う取るですね。でもう一つの取るは捕まえるっていう意味が込められてるね。なんか逃げようとするものをこう
捕獲したらそれはこのトールを使う。でこれも普通のトールと同じぐらい使うトールなんですけど、写真を撮る、今自分がやってるように動画を撮ってる、そういう時にこのトールを使う。最後のトールはあまり良くない方のトール。これは盗むと同じで、自分のじゃないものを自分のものにする、強制的に。つまり奪うみたいな感じですよね。このトールもこういう風に使えて、もし奪うとか盗むとか、そういうもうちょっと難しい言葉が出てこない時にトールでも全然いいですね。じゃあトールはここまで。じゃあ2つ目は、この2つ目は本当にどんな意味も持ってるからすごく便利な言葉ですけど、ちょっと要注意。まずその言葉はあれですね、やつという言葉です。やつというのはね、なんで注意しなきゃいけないというと、どんな人に対しても使える言葉ではありません。これはタメ口であって、自分に親しい人に対してしか使わない方がいいと思います。ただ意味としてはどんな名詞の代わりにもなります。例えば人ですね。ああ、やつはいいやつだなとかって言ったら、その人はいい人だな、いい人ですねとかっていう意味があって、で物とか、さっき言ったように誰かがなんか渡してほしい時に、あれを取ってくれないとかって言ったら、でも取ってほしいものはどっちなのか分かんないから、どれみたいって聞いたら、もうその人は青いやつ。その青いやつっていうのはいちいちそのものの名称を呼ぶのはめんどくさいとかよくわからないとか、そういう理由で言わずに、やつ、その代わりにやつを使う時が多いですね。でもそれだけじゃなくて、本当に出来事とかに対しても使えるんですよね。例えばね、これは5年前6年前の話になるんですけども、面白すぎて全然忘れられなくて、まだはっきりと覚えてる話があるんですけど、一緒に働いてた人が行ったんですよね。その5、6年前。すごい面白い人で、表現も面白くて、すごくその人の日本語も勉強になりました。もちろん日本人なんですけど、あの時はね、その会議みたいなのがあって、でその人はその会議に使う資料を印刷する役だったんですよね。だから人の数に合わせて印刷するべきなんですけど、気づいたら数が合わなくて、なんか数が合わない、これはあれだよね、怒られるやつとかって言って、それは冗談っぽく言ったんですけどね、その上司がそんなすごい厳しい人じゃなかったから。でその怒られるやつってなんか面白い表現だなとは思いました、当時は。聞いたことなかったわけじゃないんですけど、そのような表現でも本当にこういうやつの使い方面白いなとあの時から思ってて、自分も使える時に使ってるとは思うんですけど、だからこれはあれですよね、その上司に怒られる理由の中の一つでしたよね。例えばね、学校で先生がじゃあ今からテストやりますとかって言って、でそれで生徒がこれはあれだな、嫌なやつだなみたいな話し方をする時のように、怒られるやつ、嫌なやつ、ポジティブにも使えるとは思うんですけどね。ぜひ使ってみてください。では3つ目は、これは4つ目と一緒に説明するんですけど、それは出すと入れるという言葉です。特に出すはすごく強い言葉なんだと思うんですけど、使えない時がないんじゃないって思えるぐらい強い言葉なんですけど、僕が今話したい昔あった出来事は出すよりは入れるっていう言葉がメインになってくるんですよね。ブラジルから来て、正直そんなよく覚えてないけど、もう12年前の話になるから。でもパソコンのアダプターかなんかかな、そのコンセントに挿して充電するアダプターっていうのをブラジルから持ってきたのかな。でもそれは日本のコンセントに合わなくて、でそういう日本のコンセントに合うようなアダプターを買いに行ったと思うんですけどね、そういう電気屋さんに。で電気屋さんの人にどのようなどのような問題があるかを説明するときに、これが合わなくて新しいの欲しいんですとかって言ったらだけよかったなんですけど、もっと詳しく説明しようとしたら、
このコンセント、このアダプターはコンセントになんていうの入れられないとかって言って、でそれでもちろん通じたんですよね。そのコンセントを入れるっていう。ただ実際にもっといい言葉、適切な言葉があるんですけど、その場合は、ね、自分がコンセントを入れられないと言ったら、コンセントに差し込めないんですねみたいなことを言われました。その時ね、適切な言葉は入れるのではなくて差し込むっていう。でも入れるでも全然通じます。なので言いたいのは、それがもうぴったりな言葉じゃなくても、すごい一番適切な言葉じゃなくても、通じたらそれでいいんです。通じた時に逆に本当に使うべき言葉が自然に習ってくるとは思いますからね。なんか敬語を使うかタメ口使うか正直わかんない。それで言いたいのは、出すと入れるっていうのはもうこんなニュアンスがあって、出すがなんかをこうする時、入れるはなんかこうする時、そういう時には基本的に出すと入れるが使えます。ただ特に出すはもういろんな意味を持ってて、例えばこんなものにお金を出さないって言ったら、このようなものは買わない、このようなものに自分のお金を使わないという意味合いがあって、他にこれは取るに似てるとは思うんですけど、もし誰かがあれを出してくれるとかって言ったら、それは渡してほしいという意味も込められてると思うんですけど、違いっていうのは、取るっていうのはすぐそこにあって取ってくるだけでいいんですけど、出すっていうのはどっかに保管してるものを出してほしいとかって言ったら、あれを出してくれるって言ったら、例えば財布の中にお金があって、自分の財布の中に1万円札が入ってるんですけど、それを出してくれるとかって言ったら、財布を開けてそれを取って出すという意味が込められてます。あとはなんかないものをあるようにするというのも出す。例えば結果を出す。しっかり仕事してその結果を出さないといけない。そういう時も出すを使いますよね。今ちょうど動画を撮ってるんですけど、それを作ってこの動画を出す。ね、今撮ってるから編集も含めて1週間以内に出したいなと思ってますとか、そういう時に出すとかも使うんですよね。だからそれでね、これちょっとボーナスなんですけど、出すだけじゃなくて、出すって他動詞なんですよね。逆に出すの自動詞版、出るも同じように使える。さっきと同じようにお金を出すっていう話をしてたんじゃないですか。逆にお金が出るという使い方もできます。ただもちろん意味は全然違くて、例えば会社に働いてる2人が話してて、1人が今日はこのレストラン行きましょうよ、結構いいところだからみたいなこと言って、でも1人いやいやちょっと高すぎるから今日は無理行けない、これはあれですよ、会社からお金が出るやつですよと、ね、もう1人が言ったらそれだったら行きますよみたいな、そういう時にもね、逆に出すじゃなくて出るが使えます。あとなんかわからないけど、何かのボタンを押したらこれとかね、これすっごいしょうもないなんですけど、例えばこれは普通のキーホルダーに見えるんですけど、ここを押したらね、ライトが出てくるんですよ。だからこういう時も出るが使えます。で、さっきも入れるって言ってたんじゃないですか。逆にその自動詞版、入るの方が強い気がします。例えばここの電車に乗ろうぜみたいな、友達と一緒にここの電車に乗ろうぜって一人が言ったら、でも結構いっぱい入るかなみたいな言ったら、その十分スペースがあるという意味ですね。あとはなんか所属するという意味もあって、例えば会社に入る、ね、会社に所属するという意味とか、あと入るは含まれるという意味もあるんですよね。例えばこの食べ物にエビが入ってますか？もしアレルギーがあったらね、エビアレルギーがあったらエビが食べられないので、それでレストランに行った時に、ね、店員さんにすいません、ここの料理にエビ入ってますとかって聞いたら、含まれてるかどうか教えてくれるはず
です。なので入るも出すと同じぐらい役に立つ言葉だと僕は思ってます。で、最後に5つ目の言葉は他の言葉とは若干違うとは思うんですけど、あと役立ち方が若干違うっていうか、他のやつはもう本当に覚えられない時に使える言葉を取るとか入るとか出すとか。ただこの5つ目はもらうという言葉です。日本語勉強している皆さんよくくれる、もらう、あとあげるの違いがわからないみたいな人が多くてね。まあ自分も最初にもうそうだったとは思うんですけど、ただ一番使うべきなのはもらうんなんじゃないかなと思います。特にくれるともらうの違いがわからない人が多くて、あげるはね自分があげる方だからまだ割と分かりやすいかもしれないんですけど、もらうはね、もらうとくれるはね割とややこしくて、ただもらうを主に使ったらいいと思います。もらうっていうのはね、何かをしてもらいたい時に使う言葉と、何かをしてもらった時にそれを他人に説明する時の言葉ですね。この辺言ってもわからないと思うんですけど、基本的に、自分のために誰かが何かをやってくれる時はもらうをつけられます。でこれも面白い話があって、日本に来て1年が経ってるか経ってないかの時だと思うんですけど、2014年になっちゃう話なんですけど、その友達がね韓国人だったんですけど、その人も日本語がペラペラで、ある日ちょっと友達の家にピザパーティーやるんだけど一緒に行かないって誘われて、楽しいだろうし行こうかなってなったんですよね。そのピザパーティーの時に一緒に映画見ようぜみたいな感じで、実際に行ったら一番びっくりしたのは全員が外国人で、ただ全員がもう本当に日本語がペラペラで、来た時にちょうどある女性が電話でピザを注文してたんですよね。自分がよく聞いて、わあすごいなこの人の日本語と思いながら聞いてたんですけど、その人はピザを配達する人、配達員に指示をしてたんですよね。どうやって来れるかっていうのを説明してたんですけど、とりあえず3階まで上がってもらって、左に曲がってもらって、突き当たりにある部屋ですみたいな感じで言ってたんですけど、その時にもらうってこういうふうにも使うんですよねってあの時思ったんですよ。ね、普通に3階まで上がって、その後突き当たりにある部屋まで来てくださいみたいな話し方もできるんですけど、でも実際にその人だけじゃなくて他の日本人も同じように話してて、そっか、その配達員がわざわざ私たちのためにピザを配達をしに来てくれるからモラを使ってるんだろうなとあの時思いました。でもそれだけじゃなくて、実際に何かをやってほしい時とかね、別に感謝の気持ちを込めてなくても、じゃあこれをやってもらってその後にこういうことしてねみたいな時にも普通にモラを使うんですよね。だから基本的に何かをやってもらいたい時に使ってくださいね、モラを。例えばレストランでいっぱい食べてね、お皿が空になって、邪魔だからそれを下げてほしいっていう時に、そういう時下げるという言葉は知らないかもしれないんですけど、逆にもっと簡単な言葉を使うとしたら、持っていくでも全然いいと思うから、すいませんこれを持って行ってもらっていいですか、もうそれでも絶対通じると思うので、でも逆にこれ持って行ってくださいとかっていうよりはもう本当に指示してるみたいな感じで、これをやってもらっていいですか、これを持って行ってもらっていいですかっていうだけでだいぶ変わるんですね、印象が。だからもういっぱい使ってください。日本に来た時にこんな感じかな。この5つの言葉どうでしたか？よかったらそのコメントとか残して、日本語が難しすぎたとか、日本語だけで話してていいな、勉強になりましたとか、何でもいいのでコメントを書いてもらえたら嬉しいです。これもう一つちょっと昔の動画なんですけど、この動画ではね、もっと自然に日本語を話せるようにどうすればいいかのを説明してます。よかったらぜひ見てみてくださいね。それではまたの機会でお会いしましょう。バイバイ。